こんにちは、作曲家ギタリストの小沢大輔です。今回の動画はうにょうにょと動きのあるベースラインってどういう風に作るんですかという質問が多いので、それについて解説してみたいと思います。それでは題材とする曲は自分のオリジナル曲で「ステラブレオ」という曲ですが、まずは動きのあるベースラインを作ってみた完成形を聞いてみましょう。ちょっと動かしすぎかなという感じもしますが、こんな感じを目指して作っていこうと思います。で、まずベースラインを作る上で重要なポイントとしては、必ずコードのルートに当たる音をしっかりと頭で弾いてあげるというところですね。ですので、まずは全部ルート弾きをしたパターンで打ち込んでみます。で、この楽曲はキーが g マイナーのキーになっていますが、分かりやすいように a マイナーで表示しています。ですので基本的に使う音は発見の音と、でたまに臨時的にシャープフラットがつくコードが出てきます。ではルート弾きの状態でも一度聴いてみましょう。はい、という感じでちょっと高めのポジションが多いアレンジになっていますが、重要なポイントとしては先ほどのルート弾くというところと、あとは決めの部分ですね。こういうシンコペーションを食っているとこだったり、ででででででみたいなところはしっかり押さえておきたいので、まずはこういったベーシックなルート弾きの状態で打ち込んでみるのがいいと思います。では早速動きを加えていきますが、へたらめったら動きを加えていけばいいというものでもないので、まずはベーシックなところでよく使う音、5度の音を入れてみます。5度の音というのはルートから数えると1,2,3,4,5,6,7 半音で7個分の上の音ですね。発見でいうと1度、2度、3度、4度、5度という感じです。ですので F のコードであれば C の音で、これは上の C でも下の C でも良いので、よく使うパターンとしては下の5度を入れてみる。じゃあちょっと単純に5度下の音を入れてみます。これで聞いてみましょう。はい、という感じで、これだけでも多少動きが加わったと思います。で、重要なポイントとしてはこの5度に下がるところの入れる場所ですね。ここが毎回同じだと結構面白くないと思います。例えばここ3連続で同じ場所に入ります。ちょっとこうコピペ感が出てしまうので、多少ランダム性があるといいのかなと思います。で、あともう一つはやはり頭はルート聞かせたいというのがあるのですが、あんまり初めでこう5度に下がるところが出てくると、こうボトムを支える感が少なくなってしまうので、ちょっと聞いてみましょう。なんかあんまりかっこよくないですよね。ですのでどこに入れたら一番かっこいいかなっていうのを自分なりに打ち込んでみたり再生してみたりしてポイントを探っていくといいかなと思います。では5度の音をいろんな場所に入れてみました。で、最初の解説通り下でもいいし上でもいいという感じですね。この状態で聞いてみましょう。はい、という感じで5度の音を入れただけですが、だいぶ動きが出てきたかなと思います。で、前半は5度の音を1回だけ入れるくらいでしたが、後半では5度の音いった後に1オクターブ上に上がるとか、あるいは5度の音を
何回かこう連続させて鳴らすというのをやっています。後半ちょっと聞いてみましょう。はい、これでもだいぶね動きが出てきたと思うので、まずはこの状態に挑戦してみましょう。で、重要なポイントとしては5度なのですが、コードによっては先ほどの半音7個分という条件が適用されない場所もあります。例えばこことかですね、このコードは Bm7 フラット5というコードですので、5度の音がフラット半音下がってる状態なんですね。なので、先ほどの7個分という計算でいくと 1,2,3,4,5,6,7 F シャープになってしまうのですが、このコードの時5度はフラットしているので F の音になります。同様に例えばこのコードは E7 on G シャープというコードでオンコードになっているので、単純に G シャープの 1,2,3,4,5,6,7 は E フラットの音になってしまうのですが、 E7 というコードが元にあるので、この場合は5度の音、半音上に上げた E の音を鳴らしています。ここのコードはいろんな解釈があるので、例えば G シャープディミニッシュというコードも使うことができるので、そういう場合は D にしてもいいのかなと思います。で、結構意外と盲点なんですが、単純にここみたいにこう1オクターブ上げるだけっていうのも全然かっこいいので、ここにスライドとか入れたりとかすると、それだけでも弾けるフレーズになります。ですので、動かすパターンにちょっと行き詰まったりとかしたら、シンプルに1オクターブドゥイーンって上がるフレーズとか入れたりとかすると、メリハリがついていいかなと思います。では5度以外の音も入れてみたいと思いますが、もう一つよく入れやすいのは4度の音ですね。4度の音は、5度の音から半音で言うと 1,2 個分下ですので、5度の音とこのようにペアで使ったりとかすると、かっこいいことです。むしろ5度と一緒に使わないで単体で使うとちょっと違和感出る可能性もあるので、あくまで5度に対する引っ掛けみたいな感じで考えるといいかもしれないですね。そしてこの作例では5度の音以外にもちょっとこういうふうに階段状につなぐ、よくあるスムーズにつなげるパターンを入れたりしています。この状態聞いてみましょう。聞こえる最後の物語が続くこの街で駆け抜け荒く譲れない未来に立ち向かうだけ、いつかのあの場所から君への愛の歌届いた時また会えるように。はい、こんな感じで5度以外の音もちょっと入れてみました。で、あともう一つポイントですが、ボーカルないしは主旋律の楽器のメロディーラインを意識するというのも重要ですね。今この緑色がボーカルのメロディーになりますが、ボーカルのメロディーがこのようにロングトーン伸ばしているところとかで、ベースがこうハイポジションに行ったりとか、ちょっと派手なフレーズを弾いたりとかして合いの手のように入れてあげると、こういうのをしてあげるといいアレンジになるかなと思います。これを踏まえてもう一度聞いてみましょう。聞こえる最後の物語が続くこの街で駆け抜け荒く譲れない未来に立ち向かうだけ、いつかのあの場所から君への愛の歌届いた時また会えるように。はい、こんな感じですね。ではこれを踏まえまして、冒頭で弾いたさらに派手に動かしたパターンを聞いてみましょう。で、まだ今の状態ですとスライドとか全く入れてない状態で、いわゆるベタ打ち状態です。で、この次の段階でスライドとか入った状態と比べてみますので、まずはこの状態聞いてみましょう。聞こえる最後の物語が続くこの街で駆け抜け荒く譲れない未来に立ち向かうだけ、いつかのあの場所から君への愛の歌届いた時また会えるように。はい、
はい、この状態でも全然いいのですが、ここにスライドのフレーズとかを入れていきます。でスライドとかを入れるポイントなのですが、これは感覚というか、ベースを弾いたことがあるとここに入れたいよねっていうのが出てくるのですが、なかなか実際にベースをプレイされない方は入れどころが難しいかなとも思います。ですので入れどころとしては、このように跳躍する音が飛ぶところとかですね、こういうところには入れたいと思いますし、例えばこうブレイクして休符の後で入る第1音目とかにも入れてあげるとかっこよかったりします。あとは跳躍する行き先ではなくて、その手前に入れてあげるっていうのも効果的ですね。全部が全部この行き先に入れているとちょっと飽きてしまうかもしれないので、この冒頭に入れるというのも、ここにもここにもここにもって入れるとやはりこう繰り返し感が出ちゃうので、なるべくいろんなところに散らしてあげるというのが重要かなと思います。でこの下っていくベースラインとかはメロディーを意識して、メロディーがこのように上に上がっていくメロディーだったので、逆に反抗させてみました。あとはこのように細かい16分音符のフレーズとかを入れて、これは今ハンマリングのアーティキュレーションを入れてます。こことかかなり好きなラインでよく使うんですが、1度5度でオクターブ上の1度といくんですが、ここにナインスの音を入れてあげる。ナインスの音はルートの1音ですので、半音で2個分上の音、これを高いところに入れてあげるとこういうサウンドに。このフレーズはかなり好きなので、こういう感じで自分のお気に入りのフレーズとか、よくリックとか言ったりしますが、そういうのを見つけて自分の引き出しに入れておくとベースパターンがたくさん作れるようになると思います。であとはここは E7 のコードなのですが、このようにドミナント7の時はその7の音を入れたりとかもします。7の音はルートに対しての1音下、半音で2個分下の音ですので、このようなサウンドになります。これもなんとか7の時はよく使うパターンです。であともう一つは、このように1オクターブ上に行った時に半音下でルリリルリリとかやってあげると、この半音の音は F シャープの音なので実際には外れた音になるんですが、あくまでこの行き先の音に対しての装飾音符という感じで使っています。でこれはどのコードにも有効かというと、はまらないところもあると思うので、やってみてなんか違うなと思ったら外すとか、あとはこれを半音じゃなくて1音下に下げた方が気持ちいい場合もあると思います。あとはこのように階段状にスムーズにつないでいったりとか、全体の流れを意識してつないでいくと、このようにスムーズに下がってって上がってって急に落ちるとか、そういった緩急がつけられるとメリハリがついていいかなと思います。ではこの状態で最後に改めて聞いてみましょう。聞こえる最後の物語が続くこの街で、駆け抜け荒く譲れない未来に立ち向かうだけ、いつかのあの場所から君への愛の歌、届いた時また会えるように。であともう一つ重要なポイントとしては、全体の他の楽器のアレンジにも関わるのですが、このようにベースラインを激しく動かせたい場合にギター鍵盤とかですねの中低域、特にこのベースが動きたいあたりは少し軽くしといてあげるといいと思います。例えばパワーコードでズクズクズクって刻むようなパターンに対してこのような動くベースラインっていうのはあまり相性が良くなくて、ギターのズンズンした低音がベースと被ってしまうので、こういった激しく動くフレーズをする場合はギターはなるべくハイポジションでチャカチャカやってたりとか、オープンコードだとしてもロングトーンでジャーンと鳴らして空間をなるべく開けてあげるといいかなと思います。この曲の場合は、左右で違うフレーズを弾いてますが、右側が割とライトな
プレイをしています。こんな感じで、左のギターは割とパワーコード系のプレイをしているので、元々のアレンジが今ほどベースが動いているパターンではないので、例えばこれ今左チャンネルのみを再生します。こんな感じですね。これと先ほどのベースを組み合わせるとあまり相性が良くないかもしれません。こんな感じでベースのフレーズがちょっと聞き取りづらくなっちゃいますね。では今度は右チャンネルをセンターにして聴いてみましょう。ギター単体で聴くとこんな感じです。オクターブ奏法ですね。こういったちょっとハイポジション寄りで、しかもコードとしても情報量がちょっと少ない感じのギタープレイに対しては、このベースラインは相性がいいかなと思います。はい、こんな感じで激しくベースを動かしたいときはなるべく他の楽器も空間を譲ってあげるようなアレンジをしてあげるといいかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。以上は簡単にですがベースラインの作り方を紹介してみました。こちらのチャンネルではこういった音楽の作り方や機材のレビューなんかをしておりますので、高評価やチャンネル登録などよろしくお願いいたします。そしてですね、今まで個別に問い合わせがあった時のみに対応していた個別レッスンというのが実はありまして、概要としては楽曲のデータを送っていただいて、このような映像でこうした方がいいかなとかっていうアドバイスを動画で返すようなレッスンになっておりますので、詳しくは概要欄をご覧いただけましたら幸いです。もし興味がある方はぜひともよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。